ワンピースカードゲーム遊び方動画。遊んでみたいな。誰か教えてくれないかな。どうしたの？浮かない顔して。私ワンピースカードゲームで遊んでみたいんだけど。ワンピカード始めるんだね。このゲーム知っているの？どんなゲームなのか僕が教えてあげるよ。いいの？ありがとう。ワンピースカードゲームは好きなキャラクターでデッキを組んで戦うトレーディングカードゲームなんだ。う。どうやって始めたらいいの？今ちょうどスタートデッキを2個持ってるから貸してあげるよ。このスタートデッキは買ったらすぐに遊べるんだ。じゃあ私は速攻タイプの麦わらの一味デッキを使ってみたい。いいよ。じゃあ僕はドンを使った効果が超強力な百獣海賊団デッキを使うよ。カイドウね。ちょっと怖いけどでも負けないわよ。ワンピースカードゲームはリーダーカード1枚、リーダーカードの持つ色のカードで構築されたデッキ50枚、そしてドンカード10枚を使って遊ぶんだ。ちなみにデッキには同じカードを4枚まで入れることができるんだ。それぞれを決まった場所に置いてゲームを始めるよ。まずは先攻後攻を決めるじゃんけんだ。今回は君が先攻で僕が後攻だ。よーし、私が先行だね。最初にデッキの上から5枚カードを引いてみて。それが君の手札だよ。手札が気に入らなければ一度だけ手札を全部デッキに戻して引き直すこともできるんだ。私の手札フランキーばっかり。今回は引き直してみるわ。手札を引き終わったらデッキの上からカードを裏向きのまま自分のリーダーのライフの数分ライフ置き場に置いてっと。これでゲームの準備は OK。 どうしてここにカードを置くの？これはリーダーの体力みたいなもんなんだ。相手のリーダーのライフを全て削った後ヘロヘロになったところにアタックが成功すればゲームに勝てるんだ。へえ、わかった。私頑張る。早速ゲームスタートだ。先行の私のターンからか。どうすればいいの？自分のターンはこの順番で進んでいくよ。まずはリフレッシュフェーズ。このフェーズではレストしているカードがアクティブになるよ。縦向きのカードがアクティブ、横向きのカードがレストなんだ。それと付与したドンカードが戻ってきたりするよ。ただ1ターン目はやることがないからこのまま進んで OK。 次にドローフェーズ。デッキの上からカードを1枚引くんだ。でも先行の1ターン目だけはスキップするよ。先行1ターン目はやることが少ないんだね。そう。そしてドンフェーズだ。ドンフェイズ？何をするの？ドンフェーズでは使えるドンが増えるよ。ドンが増えれば増えるほど強力なカードがプレイできるんだ。私もドンいっぱい欲しい。焦らない焦らない。ドンは毎ターン2枚ずつ増えるんだ。ただし先行の1ターン目だけは1枚だけなんだ。そっか。次はメインフェーズ。メインフェーズでは手札のカードを使ったりアタックしたりいろんなことができるよ。まず何をしたらいいの？まずはキャラクターカードを登場させてみよう。ドンでコストを支払って自分の手札のキャラクターカードを登場させるんだ。私チョッパーのカードを使ってみたい。じゃあチョッパーのカードの左上を見てみて。これがカードのコストだよ。カードのコストを支払うときはこの数のドンをレストにするんだ。じゃあ早速チョッパーを登場させてみよう。こうしてこうかな。そうだね。いいぞその調子。自分のキャラクターエリアにはキャラを5体までしか置けないから注意してね。これでキャラクターカードを登場させる方法は分かったね。
これ以上君のターンでできることがないから、ターン終了を宣言して相手にターンを渡すんだ。わかったわ。ターン終了よ。じゃあ次は僕のターンだ。リフレッシュフェーズは何もやることはないから、ドローフェーズ、カードを1枚引くよ。そしてドンフェーズ、ドンを2枚追加だ。ドドン。お次はメインフェーズ。僕はドン2枚をレストして手札から2コストのシープスヘッドを登場させるよ。そしてターン終了だ。よし、私のターンよ。レストのカードをアクティブにしてカードを1枚引くわね。それからドンを2枚。ドンドン。よし、今度はアタックの仕方を教えるよ。メインフェーズにリーダーやキャラでアタックができるんだ。アタックしたい自分のリーダーやキャラをレストにして誰にアタックするかを宣言。相手のリーダーかレストの相手のキャラにアタックできるよ。相手の場にはレストのキャラがいないし、ちょっと怖いけどリーダーのカイドウにアタックしてみるわ。ぶつかっている2枚のカードの右上を見て。この数字がパワーだよ。アタックしているカードの数字がぶつかっている相手と同じかそれよりも大きいならバトルに勝てるんだ。このバトルでは僕のカイドウが負けだね。やったね。リーダーがアタックされてバトルに負けた時はライフにダメージを受けるんだ。ライフの一番上からカード1枚を自分だけチェック。そのカードを手札に加えるんだ。これで僕のライフは4になったよ。よし、いい感じ。ちなみにお互いの最初の1ターン目はアタックができないんだ。それとキャラは登場したターン中はアタックができないので注意してね。わかったわ。あとは3コストを支払ってロビンを登場させてターン終了よ。じゃあ僕のターンだね。次はドンカードの付与について教えるよ。メインフェーズにアクティブのドンをこうやって自分のリーダーやキャラに付与することができるんだ。付与するとドン1枚につき自分のターンの間そのキャラのパワーがプラス10になるよ。ちなみにドンが付与されていることで効果が発動するキャラもいるんだ。へえ、そんな効果もあるのね。感心している場合じゃないよ。これでシープスヘッドのパワーが5000になったからルフィにダメージを与えられるようになったぞ。シープスヘッドでリーダーのルフィにアタック。ルフィ危ない。チョッパーのブロッカー効果を発動させるわ。そう、ブロッカーは自分のリーダーやキャラがアタックされた時代わりにアタックを受けることができる能力なんだ。今回はルフィの代わりにチョッパーがバトルすることになったぞ。シープスヘッドのパワーが5000でチョッパーのパワーが1000だから負けちゃった。キャラ同士のバトルで負けたキャラはトラッシュに置かれるよ。私のチョッパーがふふふ、まだまだだ。リーダーのカイドウにドン2枚を付与してルフィにアタックだ。ルフィ大丈夫？ 1 ダメージ受けちゃった。ライフのカードを1枚チェック。あれ？ウソップのカードだ。トリガーって書いてあるわ。なに？ウソップのカードだと？ダメージを受けた時そのカードにトリガー効果があったらその効果をタダで使うことができるんだ。ウソップのトリガーにはこのカードを登場させるって書いてあるからコストなしで登場させられるのね。トリガーには他にもいろいろな効果があるんだ。これ以上できることがないからターン終了だね。私のターンよ。私はロビンでレストのシープスヘッドにアタックするわ。ドンのパワーアップは自分のターンの間だけだから5000対4000でロビンの勝ちよ。ちょっと待った。ここで僕はキャラカードのカウンターを使うよ。自分のカードがアタックされた時カウンターの効
カを使うことができるんだ。使い方は超簡単。カウンターを持っているカードを手札からトラッシュに置くだけだよ。僕は手札からウルティをトラッシュに置いてシープスヘッドのパワーをプラス2000するよ。ロビンのアタックが防がれるの？じゃあリーダーのルフィでカイドウにアタックよ。甘いぜ。お次はイベントカードのカウンター効果だ。手札からカウンターカードボロブレスを1コスト支払ってプレイするぞ。パノトン1枚をトンデッキに戻してカイドウのパワーをプラス4000だ。ちょっとまた防がれたの？それなら私は5コストを支払ってキャラクターカードのルフィを登場させるわ。なに？そのルフィは速攻を持っているから登場したターンに攻撃ができるんだ。そうなの？じゃあこのルフィでアタックよ。楽しかった。そうだろそうだろ。私もっといっぱい遊んでもっともっと強くなりたい。みんなにもワンピカードの楽しさ教えてあげたいわ。そうだね。みんなで一緒にワンピカードで遊ぼう。